おはようございます。ケンです。テスラって高い、維持費もかかりそうというイメージを持っている人結構多いと思うんですよね。でも2026年現在の状況を見ていると、思ったより現実的な選択肢になっているケースがかなり増えているんです。特に今年は CEV 補助金が最大127万円まで引き上げられたり、税制の優遇も手厚くなっていたりして、以前よりかなり入りやすくなっています。今日は2026年現在のテスラの維持費のリアル、これを補助金から落とし穴までできるだけ具体的に全部お伝えしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、テスラに乗るのに実際いくらぐらいかかるのか、ちゃんとイメージできるようになってくると思いますので、ぜひこれからテスラを買おうかなと思われている方、最後までご視聴ください。まず最初に知っておいてほしいのが、補助金と税制優遇の話です。2026年現在、テスラは CEV 補助金で最大127万円が受け取れます。これは去年までよりかなり増額されています。さらに、環境性能割は非課税、重量税も5年間免税、自動車税も初年度 75% 減税と、かなり手厚い優遇が用意されています。特に注目したいのが、東京都在住の方です。東京都には独自のゼブ導入促進税制という制度があって、自動車税がさらに5年間全額免除になります。つまりモデル3の場合、車両本体価格が530万円前後でも補助金と減税をフル活用すれば実質400万円台前半になるケースも出てきています。もちろん補助金には予算の上限がありますので、早めに動いた方が確実です。申請期限は納車後1ヶ月以内なので、購入を検討している方はスケジュールに注意してください。次に実際に乗った後の維持費について見ていきましょう。まず電気代ですが、自宅で深夜電力を使って充電すれば、月々の電気代はだいたい3000円から6000円くらいで済む人が多いんじゃないかなって思います。ガソリン車と比べるとかなり安くなってくると思います。このあたりは実際にどれくらい運転するのかでも変わってきますけれども、一般的な平均としてはこれぐらいになる方が多いんじゃないかなと思います。ただ最近は電気代自体が上がってきているので、多少なりとも充電にかかる電気代、これはね上がってきているのは仕方ないと思います。また自宅充電ができない場合はスーパーチャージャーを使うことになりますけれども、こちらの場合は月々のコストはもう少し上がってきます。ちなみに我が家なんですけれど、テスラの前はハイブリッドに乗っていましたが、その時はガソリン代が月に1万2000円ぐらいかかっていました。テスラに乗り始めてからは電気代が2000から3000円になりました。去年からは太陽光を導入したので、もっと値段は下がっていると思います。では次に保険です。正直に言うとこれはかなりね高い方になってくると思います。2026年に両立クラスが上がった影響で、更新で 1.5 倍になった事例も出てきています。ウェブでの情報では前年 11.6 万円だったのが今年は 17.5 万円になったっていう情報もありました。また SBI 損保など一部の保険会社では公式のインシュアマイテスラ以外では車両保険をつけられなくなっています。20等級のゴールド免許でも車両保険を断られるケースが増えているんです。ちなみに僕はテスラ専用の保険代理店のアークエイドにお願いしています。また保険料に関しては正直前の車の時と保険料はほとんど変わっていないです。なので僕は別に高くなったっていうのはありません。アークエイドに関しては概要欄にリンクを掲載していますのでご確認ください。では続いて議論が多いタイヤです。車体が重いので摩耗が早く、僕の場合は3年で1回交換しました。純正タイヤだと1回20万円近くするので、5年で2回交換すると40万円近くになる計算になります。ただこれは乗り方によってかなり変わります。丁寧に乗れば5年で1回程度で済む人も多いですし、逆に急加速を繰り返すとかなり消耗が早くなります。また3年という期間も実際にどれだけ乗ったのか、
ここでも変わりますので、こちらに関しては平均的なところという感じで捉えてもらえればいいなと思います。やはり人によって乗る距離は全然違いますので、一般的な平均値として取ってもらえればいいんじゃないかと思います。最後にメンテナンス費用ですけれども、これはガソリン車より明らかに安いです。オイル交換が不要なので定期点検だけで済むケースが多いです。またテスラに関してはワンペダルドライブなのでブレーキをほとんど使いません。なのでブレーキパッドの交換とかもほぼ不要だと思います。はい。ではですね、ここからは少しネガティブな話になりますが、知っておいた方がいい落とし穴を3つお伝えします。1つ目は先ほども出た保険です。こちらに関しては両立クラスが上がった影響で更新で大幅に値上げになるケースが増えているようです。また SBI 損保など一部の保険会社では公式のインシュアマイテスラ以外では車両保険をつけられなくなっています。二重等級のゴールド免許でも車両保険を断られるケースが増えています。なので保険に関しては僕はですね、やはりアークエイドに一度相談するのがいいんじゃないかなと思います。かなり親身に相談に乗ってくれると思いますので、テスラの保険で悩まれている方はアークエイドで契約するかどうかという前に一度相談されるといいと思います。そして2つ目はタイヤの交換です。車体重量の影響で摩耗が早く純正タイヤは高額です。丁寧に乗れば5年で1回程度で済む人もいますが、急加速を繰り返すとかなり消耗が早くなります。トータルで見ると結構な出費になる可能性っていうのもあります。またこちらも実際にどれだけの距離を運転したのか、これでもかなり変わりますので、タイヤ交換に関しては一概に言えないというところもあります。どのタイヤを選ぶかでも値段っていうのは変わります。こちらに関してはかなり人によってばらつきがあるかなっていうのが現状です。距離を多く乗る人、タイヤにこだわらず安いタイヤで済ましている人、バラバラだと思いますので、こちらに関しては一般的な平均値という感じで見てもらえればいいんじゃないかなと思います。そして3つ目は修理待ちです。認定工場がまだ少ないので、特に地方に住まれている方は予約が取りにくく、見積もりだけで1ヶ月、修理にさらに1ヶ月以上かかるケースっていうのも普通にあるようです。部品が海外から取り寄せになることも多く、長いと数ヶ月待たされるケースっていうのもあるようです。こちらに関しては全部が全部その人に当てはまるわけではないんですけれども、特に地方在住の方は事前にどこに認定工場があるのか、そういったことも知っておいた方がいいと思います。はい。では結局テスラに乗るとトータルでいくらぐらいかかるのか、ざっくりシミュレーションをしてみたいと思いますけれども、補助金と減税をフル活用した場合、初年度はかなりお得になります。実質負担が400万円台前半で済むケースも出てきています。ただ3年目以降は保険やタイヤの出費が出てくるので、5年トータルで見るとガソリン車よりも安いかなっていうところが現実的なラインじゃないかなって思います。もちろんガソリン車でも5年でタイヤ交換もありますので、それを踏まえると僕個人の個人的な感覚としては電気自動車の方がかなり安いと思っています。実際に我が家においては維持費に関してはかなり安いと思います。もちろん本当にこれは乗り方だったり住んでいる地域、どれだけ自宅充電できるかっていうところによってもかなり変わってくると思います。丁寧に乗って自宅充電をメインにしていけばかなりお得になる可能性っていうのが高いと思います。注意点としては急加速を多用したりとかスーパーチャージャーばかり使っていたりするとトータルコストっていうのは上がってしまうと思います。はい。ということでまとめてみますと、テスラは補助金や維持費の面でお得になる可能性はあるけれども、保険やタイヤ、修理のことを考えるとちゃんと理解した上で乗らないと後悔する可能性もある車です。もし本気で検討されているなら絶対に確認してほしい3つのことがあります。1つ目は保険の見積もりを複数社で取る。僕のおすすめはアークエイドです。2つ目は自宅で充電できる環境があるかどうか。そして3つ目は近所の認定工場やスーパーチャージャーの場所を確認する。スーパーチャージャーがなくても急速充電が近くでできるのかどうか、普通充電が近くでできるのかどうか、充電をどうするのかっていうのは必ず確認しておいた方がいいと思います。以上、この3つを確認した上で判断すればきっとね、後悔は少ないんじゃないかなと思います。はい。ということで今日はテスラの維持費について2026年現在のリアル、これをですね、結構ウェブからいろいろと情報を収集して一つにまとめてみました。維持費以外の点で言うと、テスラは本当にね、楽しい車だと思いますので、お金以上に
体験っていう点では買う価値はかなりあると僕は思っています。また今日の内容は一般的な平均値としてのお話なので、乗り方だったり保険の選び方やタイヤの選び方によってもかなりばらつきはありますので、その点はご了承してもらえればと思います。そしてこの動画がこれからテスラを買おうかなって思っている方の少しでも参考になったら幸いです。その他こういったことが知りたいなどがあればコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。